昭和41年、マルサン商店よりウルトラ Q やウルトラマンの放送開始とともに発売されたソフトビニール人形、通称ソフビは当時の子どもたちに衝撃を与えましたね。それまでのブリキ玩具は形状に限界がありましたが、ソフビは怪獣の独特なフォルムや肌の質感をリアルに再現していました。ウルトラ Q の第1話に登場したゴメスとリトラ、二大怪獣の壮絶な戦いにテレビ画面に釘付けでした。カネゴン、お金を集めることが大好きなカネオ少年が怪獣カネゴンになってしまった。主食は硬貨とお札、1日に必要な額は3520円。胸についたレジスターのカウントがゼロになると死んでしまうところが子供心に面白おかしかった思い出です。ウルトラマンで登場するキャラクターではピグモン、一番可愛らしいキャラクターでしたね。人間に危害を加える怪獣ではなく、むしろ人間に味方する珍獣な存在で人気がありました。バルタン星人、大きなハサミのような両手と甲高いホッホッホーという笑い声が特徴でした。一番好きなキャラクターでした。覚えていますか？あの新品ソフビのビニールの匂い、新しく変えた喜びの匂い、思い出しますね。ソフビの最大の特徴は壊れないことでした。それまでのブリキ玩具では不可能だった大胆な遊び方を可能にしました。公園の砂場を特撮スタジオ風に見立てて大怪獣決戦を繰り広げたり、友達同士で戦わせて激しくぶつけ合ったりして遊んでいましたね。ダッコちゃん人形は昭和35年頃に発売された空気で膨らませるビニール製の人形で、腕や物にしがみつくような形が特徴でしたね。正式には当初木登りウィンキーなどの名前で売られていましたが、腕に抱きつくようにつけられることからいつしかダッコちゃんという愛称で呼ばれるようになりました。発売当時の価格は180円ほどで、当時のコーヒーやラーメンが80円くらいでした。昭和40年代前半、歩行者天国のブームによりリバイバルヒットしました。腕に巻きつけたり、ランドセルや自転車のハンドル、部屋の柱などに引っ掛けたりして遊んでいました。しかしダッコちゃん人形は時代の変化とともに姿を消していきました。黒い肌、厚い唇、星みのといったデザインが黒人に対するステレオテイプな描写と受け止められるようになったためだそうです。少し複雑で忘れがたい昭和のアイテムとなりました。リカちゃん人形は昭和42年宝から発売されました。初代リカちゃんは少女漫画から抜け出てきたような雰囲気を持ち、栗毛色のカールした髪、少し儚げな表情、そして子供の手にすっぽり収まる約21センチの小さな体が特徴でした。名前は香山リカ、年齢は小学5年生。一番の楽しみはやはり着せ替えでしたね。小さなワンピース、スカート、ブラウス、コート、帽子、靴、バッグ。当時の女の子たちはリカちゃんに洋服を着せ替えながら、自分ではまだできないおしゃれを楽しんでいました。リカちゃん人形の人気をさらに広げたのがリカちゃんハウスなどの関連商品でした。折りたたみ式の家を開くと、そこにはリカちゃんの部屋や家具がありました。ベッド、テーブル、椅子、鏡台、キッチン。小さな世界の中にリカちゃんの暮らしがありました。リカちゃんを寝かせたり、ご飯を作る真似をしたり、友達の人形を招待して遊んだりしました。リカちゃんは時代ごとの女の子の憧れを映しながら、昭和の家庭の中で愛され続けた人形でした。昭和45年、日本の子どもたちの手のひらに小さな本物の車がやってきました。トミー、現在のタカラトミーから発売されたミニカー、トミカです。当時の発売価格は180円でした。それまでのブリキのおもちゃに比べ、細部にのたり本物らしさを感じました。初期の6車種にはブリューバード 3S キューペ、
コロナマーク2ハーブトップ、クラウンパトロールカー、トヨタ 2000GT、フェアレディ Z432 などがありました。友達同士で持ち寄って本を斜めに置いて坂道を作り、そこからトミカを走らせたり遊んでました。新しく買ったトミカを友達に自慢し合ってましたね。この時代の前に発売されたホッピングも遊びましたね。誰が長く高く飛べるか競い合っていました。皆さんも当時遊んでいたアイテムありましたか？少しでも懐かしく思っていただければ幸いです。ご視聴ありがとうございます。